はい。は？気安く話しかけないでくんない？明けましておめでとうございます。うん。明けましておめでとう。明けましておめでとう、京介。起きるの遅いっつうの。おめでとう。おう、明けましておめでとう桐野。今年もよろしくな。はいはい。京介、はい。お年玉だ。え、俺に？ああ、受け取れ。いや、受け取れねえよ。どうしたんだ今年に限って。遠慮するな。お前はいろいろと頑張っているからな。いいから受け取れ。いらんのなら捨てるぞ。わかった、受け取るよ。最初から素直に受け取っていればよいのだ。一体あれは何だったんだ。親父に出れられても全く嬉しくないぞ。はい。よ。おう、どうした？あのさ、今日って1月1日なんだけど、あんた知ってた？はあ？さっき明けましておめでとうって言っただろ。へえ、知ってたんだ。で？今日はお正月だけど、んで？桐野。初詣行くぞ。二人で？おう、二人で。初詣ね。どうしよっかな。綾瀬にも誘われてるし、沙織たちも私と初詣行きたがってるだろうし。他の連中には申し訳ないが、お前は俺と初詣に行くんだよ。その理由は？付き合ってるんだから当たり前だろ。バカじゃん。何言ってんの家の中で。ってわけで二人で初詣な。あんたって結構強引だよね。普段は無気力系主人公みたいな感じなのに。ほっとき、昔からそうだったろ。そうだった。よく知ってる。さて、すぐ出るか？ちょっと待ってよ。せっかちすぎ。
女の子は男と違ってジャケット羽織ってはい終わりってわけにはいかないんだから。へいへい。じゃあ出かける準備してこいよ。待ってっから。あ、じゃあ一緒に出るとお母さんたちに怪しまれるかもだから公園とこで待ってて。待ち合わせね。遅い。お待たせ。ちょっとなんて顔してんの。ほら感想は。おお、いいんじゃないか。何その感想、適当すぎ。綺麗すぎて声も出ねえんだよ。何それ、大げさすぎ。バカじゃん。ティリア、何すんの。照れ隠しだ。お互い様なんだから怒んなよ。ほら行こうぜ。何？今のなんか昔っぽかった。昔のお兄ちゃんっぽいこと今のあんたがやるとなんかムカつく件について。知らねえよ。あんた今よからぬことを考えたでしょ。何のことだ？調子乗んなっつーの。今さら昔みたいな関係に戻れるわけないでしょ。そりゃそうだ。ちょっと何やってんの。置いてくよ。へいへい。何笑ってんの。なんでもね。そっちの方がいいなって思っただけだ。行くか。おー、にぎわってんな。そりゃそうでしょ、お正月なんだから。まあな。でももうちょい遠出するべきだったかもな。ここだと知り合いに会うかもだし。妹と一緒に初詣に行ってるだけなのになんかまずいわけ。いや、そう言われりゃそうなのかもしんねえけどよ、なんか身構えちまうんだよ。金も意識しすぎ。うっせ。霧野がいつまでも幸せでいられますように。この願いは俺が自分で叶えるから別に何もせんでもいいぞ。けどできることなら見守っていてくれ。力を貸してくれ。俺は凡人だから自分の願いを叶えるために全力を尽くす。誰にだって何にだって頼るからな。差し当たっては卒業式の日が晴れますように。雨だとちょっと萎えるから。よし。おい。よしっと。長えよ。え？どんだけたくさん願い事あんの？20個くらい？欲深なやつめ。しょうがないでしょ、たくさん願い事があるんだから。てかちゃんと諭吉分は叶えてもらわないと。諭吉、
お前賽銭箱に諭吉を投げ入れたの？ 2枚。 2枚？ちょっと恥ずかしいから賽銭箱を覗き込まないでよ。しかしだな。ほらもう行くよ。ったくもうダサいっての。悪かったな。でもよ、お前あんなに時間をかけてどんな願い事をしたんだ？発売延期中のエロゲーが次こそちゃんと発売されますようにとか。おい、違うの。こればかりは神様に頼まないとどうしようもないんだってば。あんたに人生相談するより前から予約してるんですけど、マスターアップの日をずっと待ち続けてるんですけど。そうか。これだけ待ったんだから超名作でありますように。神様、メーカー様、ライター様、マジでお願い。なあキリの諭吉を使ってその願いで本当にいいのか？何言ってんの？20個全部エロゲの願い事なわけないでしょ。そうだよな。ちゃんとメデル関係の願い事もしたし、おい、一番大事な願い事もちゃんとした。ちなみに一番大事な願い事って何か聞いてもいいか？あんたが何をお願いしたのか教えてくれたらね。秘密だ。じゃあ私も秘密。あんた何出た？ちょっと見せてよ。末吉だよ、ほら。末吉だって。あんたらしい平凡な運勢だよね。うっせえな。そういうお前はどうなんだ？私は大吉に決まってんじゃん。てか私ここ数年おみくじ大吉しか出たことないし。マジかよ、すげえな。まあお前らしいよ。恋愛運もバッチシ。待ち人来たるだって。俺のもそう書いてあるな。来るってかもうすでに来てるけどね。何？あ、そうだな。そうだ。私の大吉とあんたの末吉交換してあげる。なんで？それは超すごい俺様は大吉なんてなくても平気なんだよ。だからこれはお前にやる。そしたらチッとは泣かなくて済むかもだろ。また私の勝ち。ちくしょう！お前動き良すぎだろ。あんたが運動不足でのろまなんでしょ。はい、顔出して顔。へいへい、どうにでもしてくれ。てかさっきからお前俺の顔に文字書いてんだろ。何のこと？とぼけんな。鏡持ってんだろ。ちょっと貸せ。へへへ、私に勝ったら貸してあげる。ほらもう一戦。面白えじゃねえか。やってるぜ。てりゃっくそ、これで終わりだ。勝ち。ちくしょう、勝てん。はい、負け犬はさっさと顔出して。くっそ、覚えてろよ。絶対に1回くらい分かってやるからな。そんなに妹の顔に恥ずかしい落書きしたいんだ。キモ。いや、普通に丸とか×とか書いてやるつもりだったんだが。
お前一体俺の顔に何を描いてるんだ？別に大したことじゃないですけど。嘘つけ！俺の目を見て言ってみろ！もしくは鏡をよこせ！なんでもないっての。てかそろそろ家に帰んないと。お父さんと晴れ着姿の写真撮ってもらう約束してるし。確かにお前の晴れ着姿写真を撮るのを親父は超楽しみにしていたが、明らかに話をそらそうとしてやがるな。あ、いたいた。おーい、高坂。チース。桜井じゃねえか。桜井明美は高坂京介のことが大好きだ。お前どうしてここにいるんだ？よくぞ聞いた。でもその前にこっちが聞きたい。高坂、どうしたのそのすごい顔。直江兼次みたいになってるよ。直江兼次？なんだその分かりにくい例えは。知らないの？直江兼次って言ったら世界一かっこいい兜の。わあダメ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 。おっと、しー、桜井さん、しー。なあ、はいはい、そういうことね。オッケー、キリリンし、黙っとく。サンキュー。おい、いろいろ突っ込みたいことがあるんだが。お前らなんでそんなに仲良さそうなんだ？あの後、秋葉のゲーセンで何回か偶然会ったの。はい、これで顔拭いて。そういえば。私はここにいるからさ、また会いに来なよ。そんなことを言っていやがったっけ？高坂に会いに来てねって言ったのに、なぜか妹の方が来たんだよね。いや、だって私秋葉に行くと大抵ゲーセン行くし、そしたら桜井さんいつもいるし。待ってたの、高坂を約束したから。なのにちっとも来ないから、今日は自分から会いに来たの。まあとにかく桜井さんと何回か会って、あんたが会いに来ないって愚痴を聞いているうちに仲良くなったってわけ。てかキリリン氏、高坂の態度を見た限りでは私の伝言全く伝えてくれてないよね。どういうこと？そんなん伝えるわけないじゃん。桜井さんは友達だけど、この件に関しては私の敵だし。このブラコン妹め。おい、伝言って何の話だ？超可愛いあきみちゃんが寂しがってるから会いに行ってあげてね的な話。あんなにバッサリ振られたのに、このババア諦め悪すぎって話。誰がババアだこら！3つしか違わないっつうの。へえ、中学生女子の私にとっては高校生なんでババアなんですけど。あと数ヶ月で君もババアになるんだからね。残念、私だけは例外だから。キリリンは永遠の15歳だから。超ムカ！見てろよ未来の妹。好きな人に好きな人がいるなら別れるまで待てばよかろうなのだ。ねえ高坂。悪いがそのスタンスだとお前は一生彼氏ができないことになるぞ。まあ聞け。今日はお正月ってことで特別プランを用意してきました。前回は私の理想のデートであるお布団デートを紹介しました。
私的に夢のデートをご提案したつもりでしたが、高坂のリアクションがちょっと薄かったので今回はプランをさらにパワーアップ。じゃーん、その名もちょっぴりエッチな添い寝デート。ほう、聞いてあげようじゃん。想像してみてください。ある日の夜、ベッドで眠っていたあなたは寝苦しさに目を覚まします。するとそこにはパジャマ姿の彼女がスースーと寝息を立てていたのです。あれ、前回とあんま変わんなくない？いつの間にかあなたの服が脱がされていたとしたらそしてよく見れば彼女のパジャマのボタンも外れていたとしたら、すごいエロゲみたい。ごくりと唾を飲み込むあなた。すると彼女は少しずつくっついてきて耳元であなたの名前をささやきます。京介好き超やばい、エロいでしょでしょ。その後はどうなんの？もちろんドキドキしながら朝まで添い寝ですよ。どう？この超素晴らしい夢のプラン。そのエロゲどこで売ってんの？絶対買う。ところがどっこい、エロゲじゃありません、現実です。桜井さんと付き合ったら今のを実際にやってくれるってこと？その通り。どうしようかな。なんで君が悩んでんのさ。私が口説いてんのは君じゃなくてお兄ちゃんの方だぞ。おっと、危ない危ない。危うくエロゲーやってる気分になってた。ってわけで高坂、私と付き合う気になったっしょ。いや、まったく。なにー？この程度のプランでは俺の心を動かすことはできないな。もうこんなチャンスは二度とないよ。本当にいいんだな。おう。マジでか。ちくしょー、ショックすぎて冬休み明けに学校行けそうにない。高坂のせいだからね。覚えてるよ高坂兄弟。次なるデートプランを待っているがいい。相変わらずエキセントリックな人だったね。まったくだぜ。しかしあれだな、あ？桜井にはああ言ったけど、ちょっぴりエッチな添い寝デートしたかったやくそー。絶対そうだと思った。せっかくかっこよく断ったのに台無しじゃん。桜井がいなくなるまでは我慢してたんだからいいだろう。よくないっつうの。最後までカッコつけろっつうの。てかお布団デートはしてあげたけど、今度という今度はしないかね。